いらっしゃいませ。コンビニジュースストアへようこそ。わあ、やってまいりました。ちょっと緊張してます。ほんまにだってリマアルバイト経験なくない？ないです。あるもんね。先輩だもんね。私一応そうとんかつ屋さんでバイトしてた。これやってたってこと？そう、レジもやってたし、すごい。カツもあげてたしってことで。じゃあ私がついてきます。今日は一緒に頑張りましょう。今日はね、すごいお客様が来てくれるそうなので。あ、そうなんや。はい。楽しみです。ちょっとヒントとしてお客様を絵文字で表してみる。はいはい。どうですか？いいですね。じゃあ私1個目。はい、1個目。みたいな。みたいな。もう大爆笑みたいな。今私はですね、なんかママみたいな絵文字あるじゃん。家族欄にあるやつ。ある。ここにつけてください。お母さん。これで皆さんわかりますかね？わかるんじゃないですかね。本当にびっくりするようなお客様が来るということで、はい、私たちを楽しみでございます。はいはい。お客様だって今の赤い。ちょっと待って。はい。ということでね、皆さんにも伝わったかと思いますので、私たちも楽しみですね。うん。あ、お客様だ。ほんまや。サプライズ。ちょっと待ってよ。自然に言ってよ。すごい。お客様だ。じゃないのよ。いや本当ですよね。はい、ということで改めて今回のお客様は近藤春菜さんです。お願いします。よろしくお願いします。ということでちょっとお話をしていきたいと思います。お願いします。お願いします。もう本当にこんなコンビニジュースとはこのところで会えるなんてね思ってなかったので、いやこっちもよ。20がコンビニオープンするなんて思わなかったよ。最近オープンしたばっかで。そうなんです。最近でも品揃えも豊富でね。可愛いお店。なんでここに来られたんですか？コンビニ。なんで？来てよかったよね。はい、来てくださってとても嬉しいんですけど。20好きじゃん。でコンビニ好きじゃん。来るっきゃない。やっぱコンビニ好きなんですか？コンビニ好きよ。なんかね、なんか何も用なくてもフラって入っちゃうじゃない。でももう MC なんですけど、私たち今日初 MC なんですよ。ねえ。本当に。だからちょっと MC 経験たくさんあるじゃないですか。もうなんかアドバイスだったりとか、こういうところなんか知っといた方がいいみたいなのってありますか？コツとか。コツとか。私がMC させてもらう時に大切にしてるのは、その人に興味を持つ。そうしたらさ、なんかこうこういうところを引き出したいとか、この話もっと深く聞きたいとかなるでしょ。だから興味持つってことが大事かなと思って。興味なかったらマジで話進まないじゃん。本当にそうですよね。確かに春菜さんの魅力をどこのもうコンテンツよりも私たちが今日お見せできたらお届けできたらなっていう心意気で。答えられないことは NO！ じゃあもうあれこれ今までコンビニだからこそ聞けること全部だからこそ確かにね、ラフな気持ちでプライベートみたいな感じで私たちすごいもう春菜ママと呼ばせていただいてるじゃないですか。そうですね。みんながオーディション受けてる時にそのね朝の情報番組でずっと見守らせてもらってもう本当親心ずっとその時も寮母って言ってたけどそっから見て私たちがやっぱ変わったなとか思う部分ってありますか？やっぱ大人っぽくなったなっていうのすっごい本当ですか？すごいあるわけ。嬉しい。だってもう6年ぐらい経ちましたよね。そっか、そのオーディションからは6年ぐらい経ったので雰囲気もやっぱ大人になったし、それは経験積んでるからだと思うんだけど、いい意味で変わってないところもあって、なんかキャッキャキャッキャ、はい、キャッキャ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 、もうねみんな集まるとキャッキャキャッキャ楽しそうにしてる感じとか、いい意味で変わんないけど、パフォーマンスだったりそのライブの MC だったりはなんかすごくこう昔は多分伝えたかったことをすごくこう自分の中で整理するのもちょっとねまず難しかったと思うんだけど、今は整理して噛み砕いて、でも本当に伝えたい心からの言葉を
ちょっと伝えてくれてるなとか、あとやっぱそのボケツッコミみたいなそうですね。ところだったり、自由になった部分はあったかもしれない。そういうところはいいなと思いますよね。春菜さんから見て、私とリマと春菜さんの共通点って何だと思います？共通共通点探したくないですか？確かあんま今までこういう確かの考えたことないと思っ確て。かに私が思う、はいまずりくちゃんとの共通点は、笑い方が鳥。でもりくは鳥。鳥でも春菜さん何の種類の鳥ですか？生配信とか見てた時にカラスが出てきたじゃないですか。こちらカラスなんですよ。カラスなんだよね。一応カラス担当としてさせてもらって担当なんだもん。リスどこ行った？もう変えた方がいいですよね。そうエネルギッシュなカラスでいいんじゃない？エネルギなんッシュなですけど。春菜さんどの鳥かな？私はその渡辺直美ちゃんと、はい。その猫ミームが流行った時に、はいはい猫ミームのモノマネをしたわけ。はいとか言って猫のモノマネした時に私がその直美ちゃんが面白すぎて普通に笑ったのね、はいはい。そしたらそれがなんかひよこみたいな、いやひよこ可愛いじゃないですか。カラスより全然良くないです本当に羨ましい。カラスよりアイドルっぽいピューピュー確かに。ピューみたいな笑い声になっちゃうの。でカラス見た時に、あ一緒じゃんと思って鳥だ。鳥私引き笑いがすごいひどくて。ああ引き笑いだ、あははじゃなくて、うんあーってなるから、それがだんだんひどくこう太くなると、うんこうカラスになっちゃうんですかね。わしかも大体こうなんですよ。こうでカラスがなるんです。お腹を抱えた時にあーってなっちゃうみたいな。でリマちゃんは大食い、ああそうですね。大食いの部分。麺類好き、あと、麺類好きまあもうゴリゴリのラッパーだけど、そう私もお酒入って気持ちよくなったら、はいラップしてた時期もあるの。そうですか？一緒に飲んでる友達に向かって、あなたはこういうところがいいんだよみたいのをなんかちょっとラップっぽく、フリースタイルでですか？フリースタイル何の韻も踏んでない何の韻も踏んでないけど、なんかそうやってこう言ってた時期があるので、そこそうなんや。じゃあ今でもやります？お酒が入らないとっていう感じですか？お酒が入ってね気持ちよくなる。ないですね。今日は。コンビニ10はないんだね。ソフトドリンクだ。そうなんですよ。もしかしてドリンクなしでもできたりとかってできますか？すごい MC だね。無茶ぶりが。飲んでる友達もちょっとこうふざけた人が多くて、なんか急になんかあビートボックスから入る。そうビートくれるわけ。でリマちゃん大食い頑張ってるみたいな、もうほんとひどいよ。こうお酒入ってるから成立するやつだけど、私確かにしないかもですね。しないね。私以外のメンバーがします。そうなの？ねマヤがめっちゃうまいんマヤですよ。ちゃんが？マヤが仕掛け人で、そっからみんなもやって、私もやりましたし、あとリオとかもめっちゃうまくて、へそうー。YouTube でラップビートって調べたらこうはいはい。ついてくダーって流れてきたら、黄色のスリッパがリオ持ってて、まあその絨毯があるので、絨毯の上にこう乗る前はスリッパをまあ脱がないといけないじゃないですか。でもメンバーが踏むんですよ、黄色のスリッパを。踏んじゃうから「いやいや結構黄色いスリッパちゃんと見ればわかんだろ、何回踏むんだよこのスリッパ!」みたいなリオがやって怒りをラップディスラップなんですよ。に。でそうなの。 20はでもその時にさ、なんかさリマちゃんとかまゆかちゃんとかさ、ちょっとハードル上がんない？やったことないですだから。あ見て参加してないんだ見て笑ってます。リマは絶対しない。絶対にやったことがなくて。マイカもやったんですけど、やっぱマイカとかは多分ガチでやっちゃうんですよね。その韻を踏むためだけにこう言葉をやっぱ考えたりとかするから、どっちか結構綺麗なラップができちゃうんですけど、もう何も考えず「いや黄色いスリッパ!」みたいなのをやるからこう楽しいみたいななっちゃってて、今度やろうよ。マジでやりたいです。やりましょう。ね、私がねちょっとお二人に聞きたいことがあるんだけど、人とこの先ね暮らしたいなっていう願望はあるわけよ。おー願望あるんだけど、自分のペースができすぎちゃって、そうちょっとこの先人と暮らせないかもっていう悩みもあるわけ。一緒に共同生活してる時にこう気をつけてることとか、こういうことをするとみんなと一緒に暮らせますよみたいな
のある？結構気は使ってると思います。そのなんか知らない間に悪い意味でじゃなくて本当にもうやっぱ仲いいからこそそのなんやろ仲良くなればなるほどそのまあ楽にもなるし言いたいことも言えるようにはなるんですけどやっぱ親しき中にも礼儀ありってあるじゃないですか。もう本当にそれはあるなって思っててみんなが一人でいたい時も絶対あるだろうしそういう時にもうなんかリビングにみんないつもう集まるんですけど一人いなくてももう普通に私たちは何もせず楽しんでてまあ来たくなったら迎え入れてみたいな結構もう一人部屋はできたのでそのリビングが集まる場みたいに今なってて。マジでその家族っていうか、最初から一人暮らしにしてると、多分それ集団ってなるとやっぱきついとは正直思うんですけど、そう一人暮らししたことがないのでそうか実家からもういきなり二重ハウスになって、じゃあ逆に一人暮らしした時にめっちゃ寂しかったりするかもね。絶対無理だと思います私は。無理。だから私の願望があって同じマンションには住みたくて、ただ部屋は違うみたいな。何号室が違うみたいな。プライベート空間はあるけど、ですぐ行けるように今から行くねって言ったらもうこう廊下伝って行けるようなくらいがいいなっていうのは。仲良し。私はそう。いや私も絶対そう。寂しくなりそう。そうなる時ちょっと一回言ってくんない？そのマンションに空きがあるかさ。一緒にめっちゃ一緒に食べたいですね。知りたい。すぐ連絡します。ママの家にピンポン。ね、お願いしますよ。いっぱい話してきたんですけど、まだまだいろいろ聞きたいので、続いては春菜さんの買い物カゴを覗いてみましょう。春菜さんがどんな商品を買われるのかが気になるということで、早速カゴの中を見ちゃいたいと思います。ここに。なんだろう、気になる。じゃじゃーん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。でも意外と少ない。なんか意外となんか意外とシンプルですね。色合いもとてもなんか揃ってますね。なんかもっといっぱい食べ物とかあるかと思いました。イメージね。一個しかない。お菓子とか。いっぱい食べるかな。意外と今こうなんですよ。42歳のリアルです。うわーすごい。1個目紹介しちゃいますか。ちょっとこれ気になるんで。一番気になるよね。これせーの。じゃーん。これはファミリーマートの靴下なんですけど、すごい。履いたことない？ないです。うわー、見たこともないです。見たこともない。めっちゃファミリーマートの。そうファミリーマート、ファミリーマート入ったらまずこれある。本当ですか？目つぶって入ってる？これどこにでもあります。どこにでもファミリー全国のファミリーマートにある。これね開けてみちゃいますね。開けて。まずおしゃれね。確かにでもめっちゃいいですね。長い。そう。わでこの長さもすごくちょうどいいんですよ。短パン履いた時にもちょうどいいし、これはここが厚いの。そうみたい。確かにしっかりしてますね。確かに。でしょ、ワンコイン以下なのにものすごい作りしっかりしてて、でおしゃれで、でもう本当に全国のコンビニで買えるから気に入りすぎて7足ぐらい持ってる。同じこれですか？そうマジでこればっかり履いてる。すごいかも。いいでしょ。ここのなんやろ、そこがめっちゃクッションがワンクッションみたいな感じ。そうなのよ。ですね。ダンスするときに良さそう。ね、確かにずれないから。ダンスの時絶対いいと思う。おすすめです。おすすめです。いやおすすめ。おすすめだよ。レッグちゃんたちが。じゃあ次行きましょう。行きましょう。こちらお水ですね。しかも2種類あるんですけど。そうですね。特にお気に入りの。そうなんですか？お水でもさ、それぞれやっぱ軟水、硬水あるじゃん。味も違います。味も違うじゃん。で、私の体に合ってるなって思うのが割とこの2つで、健康のためにも水を飲もうって。肌綺麗ですもんね。ありがとう。めっちゃ今めちゃくちゃ綺麗。思いました今。見習わないと。1日に何リットルとか飲まれるんですか？よくね、みんなモデルさんとか2リットル飲むとか言うじゃない。本当私2リットル飲もうと思ったら本当大変なんだなって思うんだけど、だから1回にこうグーって飲む量をめっちゃ多くしてる。今まではなんか水飲むの下手くそだったの。ちょっとだけ口に含んでごっくんみたいな感じだったんだけど、ガガガガガガって入れようと思って一
1.5 ぐらいは頑張って飲もう。おーすごいでもすごい私本当に水飲まなくて私も飲めないです。一日に飲まない時もありますし本当500ミリリットル飲んだら偉いな自分って思ってたくらいなのでだから乾燥肌なんかなっていうのはあるんですけどでも潤ってるけど1回でほんとこんぐらいしか飲めないです。鳥じゃん。ね本当にでも特に飲まない2人だと思います私。トイレも行かないですだから。一番行かないと思う。マジで飲まないから。巡らせて。そうですね。じゃあ見習います約束しさ私も本当に飲むの下手だから意識しないと飲まないから3人で意識しよう。水飲む時さ私2人のことを思うわ。あぜ2人も私の分飲むと思って飲んでくれたら人のためだったら飲めるじゃん。ひそうですね。潤ってこう。潤ってきましょう。はい次の世代は潤いで。プルプル肌に。そうだよ。次行きますか。歯磨きセット。これ重要ですね。これは重要よね。まあちょっと2人は知らないかもしれないけど昔ねあったんだけど芸能人は歯が命っていうのがあったんだけど笑顔の時にねまず歯に目も行くじゃない。その時にあれこの人ほうれん草挟まってるとか青のりとか確かにネギ挟まってるとか嫌じゃん。嫌ですね。見られるのも嫌ですしね。もう歯磨きできる時はもうご飯食べたらすぐ歯磨きしてっていう。これの種類が好きなんですか？この持ち運ぶやつは結構どれでもいいんだけど家は電動歯ブラシなの。あー電動憧れる。憧れます。なんかかっこよくないですか？私電動です。いいかっこいい。かっこいい。電動を使ってる。やっぱいいですか？いやいい。1秒にもう本当何万回って動いてるわけよ。そんなん自分の力じゃ無理じゃん。そうですね。で電動にしてからその歯医者さんで検診してもらう時にでも素晴らしいですみたいな。磨き方素晴らしいです。すごい。電動にしただけなの。すごい。歯ブラシのこだわりある？でも柔らかいのがいいらしいですよやっぱり。なんか硬いのよりやっぱ柔らかいのじゃないとずっと硬いのでやるとこう歯茎がなくなってくんですって。削られていくってこと？そうなんですよ。削られるからでやっぱ自分もやってたらやっぱ痛いから柔らかめには絶対してますね。そうなんだ。その電動のおすすめぜひ聞きたいですね。後で教えてください。私買えます。私も買えます。じゃあ歯磨きする時も2人のこと思うわ。ぜひ私も1日18回ぐらいになりましたね。最後に。ほな次も見てみましょうか。はい。ほな行きましょう。ほな行きましょうか。はい。これは何ですかね。ガムかな。ガムとミンティア。ミンティアわかります。私も大好きです。私ねそのやっぱお年頃だから口臭も気になるわけよ。漫才をする時とか本当にこの近い距離でね。近いですよね。そうかマイク。そうその時に今日はるかコーヒー飲んだなとかわかるわけよ。わかるわけ。ネタに集中したいからそうですね。やっぱねそういった時にでも歯磨きをする時間はないみたいな時にガムを噛んだりミントをね。この味が好きなんですか？そう味が好きなの。このミンティアのすっきりもするけどなんかすごいこうフルーティーな感じで。これレモンライム味ですね。そうなのよ。爽やかになるから食べてみたい。食べてみてもいいですか？後で請求されるんでしょこれ。はい。後でいただきます。すいません2個。嬉しい。美味しい。これ初めて食べました。本当？はい。私はこのピンクをよく食べるんですよ。ピーチ？ピンクって？じゃなくてなんかミントっぽい果物の味じゃないんですけど、もっとすっきりするような。これ食べやすいでしょ。ちょっと甘みもあって。美味しいし、すっきりもするから食べやすいかもです。このガムはどういう味なんですか？ミンティアよりはミント系なんだけど、でもこれブルーのやつもあるんだけど、ブルーよりはちょっとミント弱めの。私超ミントだとめっちゃくしゃみ出ちゃうの。反応ですか？反応しちゃうの。鼻がスッと通るからかわかんないけど、めっちゃくしゃみしちゃうのよ。だからそうこのぐらいのミントがちょうどよくて。ラストはこちらですね。バナナです。バナナは絶対買うんですか？一時期すごい買ってて、ボクシングにハマってて、ガチのボクシングジムにプロの人もこうやってるようなところに通って戦うんですか？
でもね、私その人にパンチするっていうことができなくて、優しい。優しいんだよね。優しいですね、やっぱり。そこで優しさが出ちゃいますね。優しさが出ちゃうのよ。運動するとなんかその体にいいもの入れたいなとか思って、おやつとか食べたいけど、なんかフルーツとかそういうのがいいなと思って、その腹持ちもいいバナナとかナッツとかそう食べる時期があって、だからコンビニって一房というよりその一個一個包装してくれてるじゃん。確かにこれめっちゃいいですね。めちゃくちゃいい。親切に丁寧に。そう。なんかコンビニのバナナって緑より黄色いイメージありません？なんかスーパーってたまにめっちゃ緑でいやまだ食べれないじゃんみたいなあるじゃないですか。でもコンビニだとちゃんと黄色いんですよ。もうすぐ食べれる。今日食べれるっていうのがやっぱありがたいポイントなのかなとは思います。じゃあ一番好きなフルーツってなったらバナナが好きなんですか？一番好きなフルーツってなったらごめんなさい、バナナ入んないんですよ。違うんかい。脱落や。脱落。バナナさよなら。バナナの前でごめんね。ごめん。かわいそうに。この後春菜ママにですね、コンビニのアレンジレシピを紹介いただけるということで、そうなんです。これとなんか関連があるとお聞きしたんですけど、早速じゃあ準備していきたいと思います。わあ、なんやろ、楽しみ。春菜さんはどんなレシピを今日は準備してくださいましたか？今日はですね、みんなで一緒に作れるものを準備したんですけど、コンビニで買ったこのバナナ、先ですね。はい、このバナナを使った簡単バナナ入りブラウニーです。おー、すごい、バナナブラウニー。ブラウニーめちゃくちゃ嬉しいですね。実際作ったことあるんですか？ないです。ない。じゃあみんな初体験ってそうです。ことですね。だから美味しくなるもならないも我々にかかっておりますので、でもすごい簡単だから、みんなでね一緒に作ってはい行きましょう。まずはじゃあリマちゃんにこのミルクチョコレートを刻むというか細かくしてもらって、刻んで、でこっちに入れてもらいたいと思います。はい。一旦包丁で刻まなあかん。そうだね。パキパキ割ってなんかこの棒で叩くらしいですね。袋に入れて、これはストレス発散だな。いいね。日頃なんか溜まってることあります？そんなないですね。最近幸せすぎて結構心配です。幸せすぎて心配？どういうことに幸せ感じてる？なんか最近は活動が楽しくて最高じゃん。ファンの皆さんと会える機会が多いので、言ってることとやってることがもう真逆。会えることが多いので、とても幸せなんです。宇宙のみんなに会えることがはい、めっちゃ楽しいです。なんか溜まってます？いやでも私も幸せなんだよね。こうやって20と一緒に仕事できてめちゃくちゃ楽しい。すごい迫力だ。結構溶けるぐらいだから、まあもう結構このぐらいいったらいいかも。ですね。はい。じゃあこれでスイーツとかも作られるんですか？確かに。スイーツはやっぱいつもね、こうクッキーを焼いてるステラおばさんじゃねえよ。その振り？その振りです。いや嘘だろ。どれぐらい？2分。2分。なんかバレンタインみたいですね。いいね。バレンタインの時とかさ、みんなどうしてんの？めっちゃ作りますよ。メンバーが結構ね積極的にバレンタイン作って。これ適当でいい。私も2分。ごめんなさい。適当はダメです。2分。600ワットでいいですか？600ワット2分で。まあいいですね。どういうものを作ったん？私は去年の時に一人で作ったんですけど、なんかオレオとクリームチーズを混ぜてもうこう全部刻んでこう丸めるんですよ。丸めた上に溶かしたチョコをコーティングしてこういう丸いなんていうのオレオガトーショコラみたいな感じを作ってメンバーにあげました。はい。作ってみました。オレオあるよ。食べていいんでしょ？これめっちゃ気になりません？オレオのシリアル。シリアルなんだ。シリアルなんです。食べたいですか？食べたいですか？とか言って。これぜひ本当食べていただきたい。これめっちゃおすすめです。ちょっとぜひ。そうですね。レンジチンしてる間に食べますか？今全然あと1分半ぐらい残ってるんで全然食べてください。サラダ。大丈夫ですか？開かないですか？開かない。嘘。開けられる？頑張れ。震えてる。ダメだこれ。後ろか。これダメだ。いける？いけそう。頑張れ。こんなことある？
ね。でも正直これも硬いんですよ。破いちゃう。これはいきました。これじゃあ破いちゃおう。破いちゃい破いちゃいまましょう。これ本当に美味しいんですよ。初めこれはて牛乳と飲んだら美味しいんですけどね。あちん。できた。できちゃった。まだ食べてないんだけど。食べてないんですけど。ねまあ一回様子見ますね。私。様子見てまだだよね。でもどうですか？混ぜてみますか？混ぜてみる。混ぜてみましょうか。じゃあ一回これでやってみて。じゃあ私混ぜとくんで。お菓子食べて暇じゃなかったですね。混ぜとくんでママとバターをね。今食べてていいよ。今なんか自分の株上げようとして。あれ？お、めっちゃ溶けてます。あ、いいね。これお願いします。ほんま私カメラ担当なんですけど。じゃあ私見ちゃってくださいよ。美味しいですよね。めっちゃ美味しい。ちょっと私今こう頑張り時ですよ。私今ほらめっちゃ溶けてる。めっちゃいいですね。めっちゃいいじゃん。いい。混ざったらじゃありまちゃん牛乳と牛乳と卵と砂糖を加えてしっかり混ぜ合わせてください。食べてるだけじゃないです。牛乳いいよ。これ一気に入れていいの？わかんない。ちょっとずつとかじゃなくて？まあどうせ最後に入るんだったらいいんじゃない？ほんま？でもいいんじゃない。こうなんか横斜めスタイル。で卵と砂糖もで入れちゃえば。せーの。じゃーん。仲良くイエーイイエーイ食べよ仲良し食べます。次なんや。ホットケーキミックスと合わせ、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせるということですね。これ一気にいっちゃっていい？一気にいきますか？ちょっとソーリロールでお願いします。ソーリロールでよろしくお願いします。ソーレロー。ソーリロー。Let's go。Let's go。ソーレロー。ちょっとずつ混ぜていきましょう。めっちゃいい感じですよ。いい感じ。ほんまに。多分これを混ぜたらもうこれいいってことですよね。バナナをバナナを手で潰すのよ。いいですね。Yes。すごい。これではいだけです。バナナが20にもしなんかしてくるようなやつがいたらいい感じにそっちも混ざって、これをめっちゃすごいペースト状になりましたね。入れるってことですか？Yes。これ潰しすぎとかではないですかね。なんかもう原型がごちゅごちゅですよ。これ大丈夫ですかママ？ちょっと20のことを思ったら力が入っちゃって。嬉しい。愛は感じます。ありがとうございます。結構ドロドロですね。なんか大丈夫かなこれで。まあ一回焼いてみましょうか。大丈夫。なんかでもちょっとバナナの原型が残ってる部分が少しずつあって、でもいい感じ。それがなんか良さそうじゃない？味がありそうですね。でこれでラップをせずに600ワットで2分加熱するだけ。2分でいける。これ大事ですよ皆さん。空気をトントン。さすがスイーツ作ってるだけある。そうですよ。じゃん。美味しくなれって念を込めましょうみんなで。みんなで。はい。せーの。美味しくなれ。よし。2分スタート。スタート。はい、じゃあ待ってる間お菓子食べますか？食べましょう。では私が開けさせていただきます。はい。オープン。オープン。おお、破裂してます。破裂？なんか生っぽくない？切ってみようじゃあ。食べてみたら違うことあるんじゃないですか。一回出そう。じゃあ一回やってみましょう。絶対生っぽいけど。これ切れますかね。でもなんかプルンやけど。なんか豆腐みたい。これ絶対生ですよねまだ。これちょっと出してみていい？出してみますか？でも中ができてるかもしれないじゃん。ねえなんかゴーストバスターズでこういうの見たことある？ゴーストバスターズで。ねえ、もうちょっとやんなきゃダメだよ。それか。はいやっとできてるか。はい。いきたいと思います。せーの、オープン。やばいどうしよう。さっきより化け物みたいな。やばい。ねこれゴーストだ。え、ゴースト怖いよ。こんなバナナケーキ初めて見ました。でもこれママが持ってきたレシピですよね。確かに。いくよ。大丈夫かな。この端っこ行こう。どうぞ。ほ
ほら。あーでもできてる上があれなだけですよ。できてますよ。いいいい。そうですねこれを3つにしよう。そうですね。そしたらこっちは触れない。触れない触れちゃいけない。触れない触れちゃいけないゾーン。いいですね。ほらほらほら。わあめっめっちゃちゃ美味しバナナをそ一斉ので食べます。一斉ので。けないう。ちょっとバナナがある。怖いですねちょっと。一斉のでいかないと。なんかちょっと怖いな。熱いんですかね。一人だけ先に食べさせないで。そうですね結構大きく取られましたね。すごい。せせーの。でもいいですか？口の水分全部持ってかれ。お水です。私もお水。コンビニでお水あってよかった。でも味は美味しいですね。美味しい。じゃあもうこれ成功っていう感じでいいかな。甘っ。自分に甘い。後で写真撮って。バナナの味もちゃんとしたし。これの写真いる？だってハイナちゃんとの思い出じゃないですか。ああ、そうだね。これトップガンにしましょう。トップガンにしよう。いいですか？はい。じゃあということで大成功でした。やったやった。みんなゲスト来やすいね。はい。あっという間なんですけど、もうそろそろ終わりの時間ということなんですけど、花さん今日一日どうでした？いやめちゃくちゃ楽しかったよ。あ本当ですかなんかね初 MC でなんか二人は緊張してたかもしれないけど、もう最後はねこんなに絆が深まって深まって最高に楽しかったです。よかったですまた呼んでよ。いいですか？ぜひぜひぜひ次はちょっと再リベンジみたいなのもしたいですもんね。リベンジしたい。そうですね。じゃあまたレシピも持ってきてもらってということでわかりました。はいお願いいたします。はい。それでは以上20のりまとりくとハリセンボンの近藤春菜でした。バイバイ。ありがとうございます。ありがとう。ご来店ありがとうございました。ありがとうまた来てください。はいコンビニ10でのお支払いは記念撮影でお願いします。嬉しいということではい春菜さんがなんかポーズなんかあります？なんかやりたいの。じゃあやっぱこの素敵な作品が出来上がったので、ドロッとポーズで。ドロットポーズ。あそうですね。ドロットポーズいいですねいいですね。せーのドロットポーズ。